皆さん、こんにちは。みさとです。ここは三重県の松阪市です。昨日、松阪駅前のホテルで宿泊して朝を迎えました。今日も良いお天気に恵まれています。今回は半日ほど松阪市内を観光したいと思います。ホテルもチェックアウトして松阪駅前です。松阪はどうしても松阪牛のイメージが強いですが、観光的に他にも見どころはいろいろとあります。そんな松阪の街を半日と短い時間ですが歩いて訪問してみます。松阪駅 JR 側の改札から右方向に行くとお寺が並んでいます。この付近は松阪肉の有名店の小田金の裏手あたりになります。そのお寺の北側の端にあるのが岡寺山慶勝寺、白玉観音で知られるお寺です。毎年3月には初馬大祭が行われて、厄年の方など大勢の参拝者で賑わうお寺です。そして着いたのが伊勢街道です。三宮街道とも呼ばれますね。それと大通りが交わる交差点。ここから松阪の観光スポットが集中するエリアになります。伊勢街道はお伊勢参りに昔の人が参拝に行くために歩いた道です。道標の後ろにあるのはどこかで見かけたことがあると思いますが、ライオン像。三越伊勢丹ホールディングスが松阪市に寄贈したものだそうです。どうして松阪市と三越伊勢丹がそのような関係かというと、松阪市は三井家の発祥の地であるため、三井家の中興の祖と言われる三井高利が江戸で始めた呉服屋の越後屋が現在の三越伊勢丹ホールディングスにあたるからです。ライオン像から少し歩くと三井家発祥の地があります。白い塀と重厚な門構え。中に家はありませんが、横の路地に詳しい説明と錦絵の案内板などがあります。三井家発祥の地からさらに行くと、旧小津清左衛門の家があります。こちらは松阪商人の館として有料で公開されています。時間の都合で中には入らなかったのですけどね。さらに行くと魚井川を渡ります。川の向こうには菅川や金物店があります。看板が当時のままという感じ。1階部分は今風になっていますが、全体的には昔の雰囲気が残っています。ポストも丸いものがあってマッチしています。伊勢街道はこの先を行くと四日市市の日長で東海道につながります。さて、伊勢街道から一つ隣の道も古い家が立ち並ぶ雰囲気の良い風景。旧長谷川次郎兵衛の家があります。こちらも有料で公開されています。ちなみにこの辺りの家はお正月の締め飾りが年中付けられています。その向かいにあるのが本居宣長宅跡。本居宣長は江戸時代の国学者で日本最初の書物古事記を研究された方です。ここは中に入れますが、家は別のところに移築されています。残っているのは土蔵と宣長の長男春庭の旧宅です。春庭さんの旧宅は中には入れませんが、間近に見られるので古い家がお好きな方には良いかも。大手通りに戻りまして、ここは松阪市役所。市役所の前に船形埴輪のレプリカがあります。今回は立ち寄りませんが、松阪市は日本最大の船形埴輪が出土した宝塚古墳があります。その埴輪を展示した施設もあります。宝塚古墳を展示している文化財センターを回るのも面白いと思いますが、今回は半日で取り急ぎ松阪を回るので割愛します。さて、この先にあるのが松阪城跡。織田信長や豊臣秀吉の家臣の蒲生氏里が築城したお城です。お城に入っていくと石垣の存在感がすごいです。このお城は天守やその他お城関係の建物は何も残っていません。しかし積み上げられた石垣が優美なカーブを描き見どころかなと思います。途中、松阪市歴史民族資料館があります。お城に関係ない建物ですが、明治45年に建てられた図書館だそうで、これはこれで登録有形文化財に指定されるほどの建築物です。
この中に映画監督の小津安二郎記念館が入っています。先に進んでいきまして、こんな感じで石垣の端っこに行くこともできます。こちらは東の方角です。ちなみに私は高所恐怖症です。あまり長くはいられません。映っていませんが、かなりへっぴり腰で撮影しています。この下は二の丸跡、徳川陣屋跡になります。今見えているのは藤棚です。この辺りは太鼓櫓跡から下を見ています。本丸方面を見るとこんな感じです。石垣以外は本当何も残っていません。この辺は本丸跡です。ここは梅林になっていて、ちょうど梅が咲いていました。1月下旬で梅が咲き始める時期でした。天守閣跡です。一時期天守閣を再建する話もあったようですが、実現には至らなかったそうです。増坂城跡に本居宣長記念館があります。この中に先ほどの本居宣長旧宅があります。旧宅跡からここまで移築したのですね。二の丸跡に降りてきました。藤棚があって、この辺りが徳川陣屋跡でしょうか。普段は松阪市民憩いの場って感じですね。二の丸跡から下を見ると、まっすぐ伸びる五条番屋敷が見えます。お城を降りて、この五条番屋敷へ向かってみましょう。裏門跡へ降りてきました。この五条番屋敷は、幕末の頃に建てられたお城を警護する武士と、その家族たちが住んだ武家屋敷です。江戸時代の武家屋敷が現存していて、さらに今でもここには住民の方が住んでおられます。生活されている場なのでむやみに撮影はできませんが、このうち1軒は松阪市によって公開されていて無料で見学できます。時間的に入る余裕があるので入ってみます。当時の日常生活を感じられるもので溢れています。臼と絹があったり、土間にあるかまど、江戸時代の生活がうかがえる貴重な施設です。長くなるので、ここは3倍速で再生しています。中にはロケが行われたルローニケンシンのロケ風景の写真がありました。ルロケンファンの方にはたまらない場所ではないでしょうか。さて、五条番屋敷の端には土蔵があります。こちらは松阪城内にあった米蔵を五条番屋敷のこの場所に移築されたものと言われています。これが事実であれば、石垣しか残っていない松阪城跡で唯一の現存する建物になるそうです。五条番屋敷の石畳の道を歩きます。生垣もきれいに手入れされていて静かで良い雰囲気です。こちらは五条番屋敷の南側にある松阪工業高校です。ここには明治41年に建てられたハーフティンバー様式の石壁校舎があります。見学もできるみたいですね。そろそろタイムリミットなので、ここも外から見たのみです。駆け足で回ってきた松阪観光をここで切り上げます。市役所前に戻ってバスで松阪駅に向かいます。三重交通のバスと松阪市のコミュニティバスの鈴の音バスが走っています。待っていたら鈴の音バスが来たのでそちらに乗車。途中、和田金の前を通ります。一度ここのすき焼きを食べてみたいですね。和田金があるこの道も旧伊勢街道です。ここは今ではよいほモールと呼ばれる松阪の商店街になっています。鈴の音バスに乗って6分ほどで松阪駅に到着です。ということで半日の短い時間でしたが、松阪の街を駆け足で観光してみました。松阪牛だけでなく、いろいろ歴史にまつわる観光スポットがたくさんある場所でした。気になった場所があれば、松阪の街を訪れてみてはいかがでしょうか。では今回の動画はここまでにさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。